チャット GPT は文章、クロードはコード、ジェミニは検索、AI は用途で使い分けましょう。よく聞くよね。でもはっきり言うよ。普段使いならその使い分けはいらないんだ。みんな使い分けが大事っていうのに、それ全部否定しちゃうの？するよ。特にどれを使うか迷って動けてない人に言いたい。今日はこれで3つわかる今の AI がどれでも一緒なわけ。使い分けが損する理由、何を基準に選ぶか、最後まで見たらもう迷わないよ。まずは、どれでも一緒ってどういうこと？一言で言うと、今のトップ AI は普段使いなら性能はほぼ横並びだから、いちいち乗り換える意味がもうほとんどないんだ。例えるならコンビニ、セブンもローソンもファミマもおにぎりもコーヒーも大体同じでしょ。コーヒーはこっち、おにぎりはあっちなんていちいち回らない、近くの一軒で済ませる今の AI もそれと同じなんだ。確かに3軒はしごするより1軒で慣れた方が楽だ。でも使い分けた方がお得な気もしちゃう。まず数字、 AI を独立評価してるアーティフィスペリス A-A 数の総合スコアで、チャット GPT が60点、クロードが57点、ジェミニが57点、トップ数が3点差にひしめいてる。中身を隠して文章を見比べてもプロですらどっちの AI か当てられないレベルなんだ。3点差？それもう誤差じゃん。もっと大事なのがこれ。オープン AI が150万件もの会話を調べたら、使い道の約8割が相談、調べ物、文章作成。つまりほとんどの人は基本機能しか使ってない一つの AI すらまだ使い切れてないんだ。耳が痛い。新しいの気にする前に目の前の一つを使い倒せってことね。そう。しかも乗り換えには見えないコストがある。毎回伝えた前提、覚えさせた設定、これまでの会話、乗り換えると全部やり直しなんだ。悩んでる時間が一番もったいないのかも。そう。どれが一番かなって悩んでる時間に、一つでどんどん試した人の方がずっと先に進んでるんだ。じゃあ使い分けた方がいい時ってないの？もちろん例外はある。2つだけ。1つ目は画像生成みたいな専用機能。これは乗り換えじゃなく得意な道具をその時だけ足せばいい。2つ目は世界がひっくり返るレベルの新モデルが出た時、その時は一度だけ引っ越す価値がある。なるほど。メインは一つで特別な時だけ道具を足す感じか。その通り。でも AI は嘘をつくし、複数で確かめた方がいいんじゃとも思うよね。クロスチェックも有効だよ。でもそれも結局自分で裏を取る一手間の一種なんだ。どの AI でも大事な情報はファクトチェックする。これさえ習慣にすればわざわざモデルを増やす理由にはならないんだ。乗り換えるんじゃなくて確かめる癖をつける一つでいいんだ。今日の話まとめてくれる？まとめ。今のトップ AI は普段使いなら横並び、みんなまだ一つも使い切れてない。嘘対策は乗り換えじゃなくファクトチェック。結論、最強の AI を探す旅はもうやめていい。あれこれ手を出さなくていいんだ。すっきりした。一番近いコンビニが結局一番使うでしょ。 AI も同じ。今日から相棒を一つ育ててみてね。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。こんなことが知りたいってリクエストもコメントで待ってるね。メリノちゃんでした。